ございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、原稿についてお話をしたいと思います。原稿調整のご相談でよく間違いをされている方がいらっしゃるんですが、原稿が高いので、サドルやナットを低くして調整してくださいとか、もしくはご自身でサドルも調整してしまってさらにナットの溝の高さも自分で削っちゃったりしている方もいらっしゃるんですね。でこれはですねもう間違いでして、原稿調整の際にはナットの溝を上げ下げして調整するってことはまずないです。でただしですね、もちろんナットの溝の高さっていうのも微調整をすることはあるんですけれど、ちょっとその話は後にいたしますが、ナットの高さっていうものは、1フレットの高さに対して決まってくるものであって、原稿調整の際にはいじることはないんですね。で一般的に、原稿が低いと弾きやすいと感じて、原稿が高いと弾きにくいというふうに感じる方がほとんどですから、基本的には原稿は低くしたいっていうリクエストが多いんですけれど、どこまで原稿を低くできるかっていうのは実際調整してみないとわからないところでもあります。そのギターの、ネックの状態ですとかフレットの高さのばらつきがちゃんとなってるかとか、そういったそのギターの状態によっても最終的にどこまで低くできるかはそのギター次第ですね。どんなに完璧な精度が出たクオリティが高いギターやベースであったとしても、基本的に原稿を下げていけば相対的にビビリ音っていうのは増えますし、上げていけば減ります。でもちろん原稿調整をする前にネックがまっすぐになっていることが大前提ですね。でそれからナットの溝の高さ、ちゃんと適正なナットの溝の高さに揃ってるかっていうのも重要なチェックポイントです。でネックが OK、 ナット溝の高さも OK であれば、次に原稿の調整ですね。ブリッジサドル側で、原稿調整をします。よくですね、フレット交換とかすり合わせをすると原稿をいくら低くしていってもビビリ音が少なくて済むとか減るっていうふうに思われてる方って結構いらっしゃるんですけれど、そういう、都合のいい、魔法っていうのはないです。じゃあなぜ、すり合わせとかフレット交換をした際に、実際に原稿を低くしていっても明らかに前の状態と比べて、ビビリ音、バズ音っていうのが減ったっていうふうに感じる方がほとんどなんですけれど、じゃあなぜそういうことが起きるかって言いますと、そもそもまず最初の状態っていうのは、ネックがこう変に沿っていたりとか、フレットの高さのばらつきが結構あったりとか、ネックの元置きがあったりですとか、いろんな不具合っていうのがあるんですね。でそういうふうな不具合がありますと、結局ここのポジションではビビリ音は少ないんだけれど、こっちのポジションではビビリ音が多いとか、もちろんフレットのすり減り方によってもそういう現象は起きますし、そういうばらつきがかなりあるんですね。でそのばらつきの状態が、フレット交換なりすり合わせをすることによって完璧な精度が高い状態になりますので、その状態で弾くとですね、前と同じ原稿にしたとしても綺麗に1フレットからずっと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って全く均一にビビリ音というかバズ音が出るんですね。そういう風な違い、いかに均一に出てるかっていうその違いをですね、人は弾いていて、なんかすごく弾きやすくなったな、出てくるビビリ音も均一になったなっていうことが、結果的に原稿を低くしてもバズ音が減った、ビビリ音がなくなったっていうふうに感じます。バズ音とかビビリ音、ビリつき音についてなんですけれど、これはですね、音色の一部として捉えることが大切だと思います。ビリつき音を感じる人の感覚ですねっていうのはもう本当に雲泥の差が
あるんですよね、人によって。もう完全にバチバチビビってるにもかかわらず、全くそれが気にならない方、要は原稿をいかに低くして弾くっていうのを最優先とされてる方とかもいれば、こう弾いた瞬間に出るほんの少しの微粒気音も気にする方っていうのはいらっしゃいます。そこまで極端に気にする方っていうのはめったにいないんですけれど、正直な話、そういう風な方はですね、もう単純に原稿を上げていくしか方法がないですかね。で、原稿を調整する際なんですが、まず自分の好みの原稿にセッティングをしてあげて、じっくりチェックして弾いてみます。で、その時に出てくる、ビビリ音を自分が許せるのか許せないのか、それを判断基準にして、その後微調整をしていくっていう方法が、本来のセッティング方法ですかね。基本的には、原稿調整の際に、1弦から6弦まで、徐々にこう上がっていくっていうのがだいたい基本的なセッティングになります。もちろん原稿、1から6弦まで全部の弦が、1.3 ミリなら 1.3 ミリとか、1.5 ミリなら 1.5 ミリとかっていう風に全部揃った原稿のセッティングもあるんですけれど、それはその方の好み次第ですね。で、ネックはですね、先ほどまっすぐにすることが大前提って言ったんですけれど、物理的にもう完全なまっすぐな状態が、好きな方、もいますし、ごくごくわずかにこう順反りをさせてティングするっていうのが好きな方、両方いらっしゃいます。基本的にはまっすぐが基本なんですけれど、ごくごくわずかにこう順反りをさせてセッティングする方法ですと、特にローフレット側の弦の微粒気音が多少軽減されるんですね。なのでそういう風なセッティングを好まれる方もいらっしゃるんですけれど、一方デメリットとしてそういう風にしますと、だいたい 4,5 フレットあたりから10、12フレットあたりの弦高がですね、ちょっと高く感じることがあります。高くなります。ちなみにお任せでっていう風に依頼を受けて原稿をこうセッティングするとしたら、あくまで参考までに聞いてほしいんですけれど、早弾き系とかフロイドローズが搭載されてるギターとかであれば1ミリから1.2 ミリぐらいに設定します。で、ストラトとかですと、1.4 ミリから1.7 ミリぐらいですね。で、レスポールだと 1.2 ミリから1.4 ミリとか、アコギですと 1.7 ミリから2.2 ミリぐらいですね。で、今まで、経験した中で一番低くしてくれっていうリクエストはですね、0.7 ミリ、0.8 ミリぐらいから、1ミリ切ってましたね。0.9 ミリとかぐらいにセッティングしたこともあります。もちろんお客様からのリクエストに応じてなんですけれど、当然ですね、ネックはもう変化するのが当たり前なので、その方の場合はもう割ともう 2,3 ヶ月に一遍こう工房に持ち込まれてきて、微調整っていうのが必要でしたね。要は低くすればするだけそれだけシビアになるので、ネックも常にまっすぐを保ってないとすぐにバズ音が出たりとか、原稿がもし高くなっちゃったりとかってするので、割と定期的な調整が必要です。冒頭で、ナットの溝の高さを微調整することがあるっていうふうに言いましたけれど、とある方の例を参考に挙げますと、その方はですね、アコースティックギターで、低い原稿が好みだっていうことで、原稿を低くしてくれっていうリクエストだったんですが、同時にですね、開放で鳴らした時、何もフレットを押さえないで鳴らした時の音も多少微粒気音がある
ようにしてほしいっていうリクエストでした。その方は、長渕がものすごく好きな方だったんですけれど、こうジャーンって弾いた時にビリ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 っていう風にこう完全にビビリ音が出るようなセッティングにしてくれって言われたんですね。なのでその方の場合は弦高を低くすると同時にナットの溝の高さも、さっきナットの溝の高さは、1フレットの高さに対してナットの溝の高さは決まるって言いましたけれど、一般的には1フレットの高さに対してごくごくわずかに、ナットの溝の高さは高くないといけないんですね。あえて意図的に、1フレットと同じ高さか、もしくはほんのちょっとわずか低くセッティングしたと思います。でそうすることによって開放で鳴らした時にかなりビーンっていう風に1フレットに弦が当たってバズ音が出るんですね。なのでもう本当にその方専用のセッティングの仕方でしたね。最後にちょっと図を書いてみたんですけれど、弦高に対してのトピックですね。基本的に弦高っていうのはフレットの頂点から弦の下弦までの距離を指しますけれど、こちら側は高いフレット、新品のフレットだと思ってください。でこちら側はもう、引き込んでペタペタにこうすり減ったフレットだと思ってください。で、同じ弦高にしました。要は A と B というのは同じですね。同じ弦高にしたんですけれど、指板面から、弦までの距離っていうのは当然ながらフレットが高かったり新品のフレットだと距離が出ますよね。で、一方すり減ったフレット自体の高さが低いものであれば指板面から弦までの距離っていうのは、短くなりますよね。で人によってはですね、あんまりいないんですけれど、せっかくフレットを新品に変えてもしくは自分で意図的に高いフレットを指定されて、フレット交換した後にこう弾くとですね、結果的に指と指板面との距離が離れることになるので、一瞬こうなんか高くなった、弦高高くなったっていう感じる方も稀にいらっしゃいます。スキャロップド加工をされてるギターが一番分かりやすいと思うんですけれど、あれは指板面がこう削れてるじゃないですか。ですから基本的に弦高をこういくら低くセッティングしたとしても、指と指板との距離っていうのはかなり出ちゃうんですね、スキャロップド加工のやつは。ですからスキャロップド加工されたギターだと慣れがかなり必要だと思います。人間の感覚としてはこう指板面との距離が離れるとイコール弦高が高くなったんじゃないかって錯覚することがあるので、これは慣れですね。はい、今日のまとめなんですけれど、弦高の好みは人によって様々です。どれが正解というものはないんですね。その人にとってのベストな弦高が、その人にとっての標準の弦高であって、それがいくら低かろうがいくら高かろうが別にその人が、それで良しとしてるのであればそれでもう OK です。ビビリ音に関しては、音色の一部として捉えることが大切ですね。いかに完璧に調整されたクオリティが高いギターであっても、低くすれば増えますし、高くすればビリつき音っていうのは減ります。で自分の好みのセッティング、弦高にした際に、出てくるビビリ音を、自分が許せるのか許せないのかを判断基準にしてその後、微調整することが大切です。弦高を低くしても不具合なく弾きたいっていう風な方はですね、それなりに楽器に対して精度が求められます。低くすればするほど精度が要求され
るんですね。例えて言いますと、ちょっとまた車の話ですけれど、F1 カーとかって時速何百キロとかものすごく、車高を低くして、走るじゃないですか。もし仮にあの F1 カーが、そこら辺の一般の公道で、走ったとすると、もう当然ながらもう下っ腹はすりまくって、で場合によっちゃちょっとした段差で亀の子状態になっちゃいますよね。まともに走れるわけはないと思うんですよ。一般的なその車高に上げれさえすれば、多少道路が凸凹であっても車は走れちゃうじゃないですか。ただしその代わりあんまりスピードは出ないのかな。サーキットっていうのは完全に整備されてフラットですよね。でそれと同じで、現行も低くすればするほどもう本当に完璧な精度が要求されてきます。そういう風になってないと結果として特定のポジションでビビりが多いだとか少ないだとか、そういうことに不具合につながりますので、現行を低くしたい方はクオリティが高い精度の楽器を買われた方がいいですね。もちろん、クオリティが高い最初からね高額なギターを買う必要もなくてですね、だいたいギターっていうのは製造されてから4、5年も経てばネックが狂うものは狂いますし、変化というか落ち着くんですね。その段階で、フレット交換なりちゃんと行えば綺麗に精度が出た状態になりますので、例えば中古である程度状態がいいものを買われて最初からフレット交換をするっていう目的でそういう中古を買われてもいいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。最近こうやってカメラに向かって喋るのもだいぶ慣れてきたとは自分でも思ってるんですが、どうでしょうか。修理どうでしょうの動画では楽器修理屋さんとしての視点からこうやってお話をしてますので、私の中では当たり前のことだって思ってるようなことも、一般ユーザーさんから一般のプレイヤーの方からすると当たり前じゃない疑問点とかっていうそういう点はあると思うんですね。ごく素朴な疑問でも何でも構わないんですけれど、概要欄にですね、質問リクエスト専用フォームを貼っておきますので、どんどん投稿していただければと思います。投稿していただいたそういった疑問点とかリクエストには極力お答えはしていきたいと思ってるんですけれど、全部をね取り上げるわけにもいきませんので、ぜひ皆様からのリクエストお待ちしております。よろしければ高評価ボタンと、チャンネル登録をお願いします。それでは。